皆さんこんにちは、わたたびです。今回は男鹿半島を一周する旅に出かけます。初めて来る場所なので楽しみです。そして絶景の宿を見つけたんで、今夜はその宿でゆっくりと過ごしたいと思います。場所は日本海に突き出た秋田県の男鹿半島。日本海に面した断崖や岩場が広がるエリアに佇む全室オーシャンビューの温泉宿です。男鹿半島の観光地を巡りながら向かいます。ナマハゲがおる。おっきいな。でかいな。海ですね。男鹿半島の付け根に入りました。なんか海鮮市場みたいなのあるよ。さすが観光地やね。道の駅あるね。まだ開店してないから、また明日やろうか。もうちょっとで到着します。あと1分ですね。1分で到着します。はい、到着ですね。よいしょ。わあ、海。はい、到着しました。こちらはですね、温泉漁港というね、漁港になります。で、こちらではね、周遊クルーズとか、あと赤神神社、そして向こうにですね、ゴジラ岩っていうね、観光地が、たくさんある場所になるんですけど、最初の目的地はですね、その観光地とは離れた、こちらにですね、滝があるようなんで見に行きたいと思います。で、ここからはね、約20分歩くんで、観光客はね、行くような場所じゃないんですけど、すごい絶景があるということでね、来てみました。で、ここからはね、道がないんで、この海沿いをね、20分ほど歩いて向かいます。よいしょ。はい。この辺りまでは一応道がありますね。ゴツゴツとした道なんで、もしかしたら20分以上かかるかもしれません。風がむちゃくちゃ強いんで、音声が入りにくいかもしれません。とりあえずね、こんな感じの道を進んでいくみたいです。で、こちら男鹿半島はですね、ツキノワグマの、生息地でもあるんで、クマスプレーを持って行ってます。で、2月の下旬なんですけど、もう雪は全くありません。なので、クマの冬眠もね、終わってると思うんで、気をつけながら向かいたいと思います。綺麗な場所だとは思うんですけど、やっぱり海岸線沿いなんで、漂流物が多くてすごく汚く感じます。もうルートとかそういうのはないんで、ただひたすらね、この海沿いを歩いていくっていう感じです。すごい。韓国のペットボトルがね、ここまで流れてきてます。韓国の漂流物が多いですね。こっから韓国は結構離れてると思うんですけど、もっとね、歩きやすい道だと思ってたんですけど、こんな感じの道がずっと続きます。あそこにちらっと滝が見えてきました。結構近かったです。水没してる場所とかもあるんで、長靴で来たらよかったです。ぐっちょぐちょ。岩の方から来たらよかったです。結構滝の近くまで来たんですけど、かなり落差があって迫力があります。いやー、すごいな。こんなに迫力があるとは思いませんでした。滝がね、川となって海に流れていってます。
はい、こちらですね。すごい北海道のような壮大な景色です。はい、結構ね、滝の近くまでやってきました。滝壺まで行けると思うんですけど、滝はこれぐらいの距離で見るのが一番迫力があるんで、もうここまでにしておきます。すごくね、迫力のある滝でした。それではね、駐車場の方に戻りたいと思います。結構ね、ここまで来るの大変でした。で、今日泊まる宿はね、一応絶景宿ということで、1週間ほど前にね、晴れの日を狙って予約したんですけど、天気予報通り天気が変わらなくてよかったです。この辺に見えてるのがゴジラ岩だと思います。あんなとこで釣りしてる人います。船で渡してくれるんですかね。イワシがたくさん打ち上げられてます。この辺りのイワシは大きいんですかね。見てください。この自分の手のひらより大きいですね。25センチぐらいあります。爆風です。うわ、はい、漁港の方に帰ってきました。それでは次の目的地に向かいます。ちょっとトイレしていきます。生ハゲおるよ。生ハゲ。はい、さっきからねずっと登場しているこちらの生ハゲなんですけど、男鹿半島といえば生ハゲ行事がある地域です。大晦日の晩に男鹿半島のほぼ全域で行われるそうです。生ハゲは神々の使者と信じられていて、年に一度各家庭を巡り悪事の訓戒を与え、厄災を払い、豊作、豊漁、吉事をもたらす蓬莱神として古くから伝統を受け継ぐ民族行事です。生ハゲという名前はナモミという言葉が由来だと言われています。昔のいろり生活では日に当たりすぎると手足に赤い腫れができました。これを火だこと言って怠けていろりにばかり当たっている証だと考えられてました。生ハゲはそのナモミを剥ぎ取るものという意味のナモミハギから来た言葉だそうです。つまり生ハゲは怠け心を戒めるという意味が込められています。生ハゲの正体には諸説がたくさんあるんで省略します。すぐそこに赤神神社御社道があるんですけど、鬼が築いたと言われる999段の石段を登った先にあります。生ハゲの起源となった伝説を感じられる場所なんですけど、余裕を持って観光したいんで今回は行きません。はい、それではね出発します。次の目的地はですね、特に何かあるわけでもないんですけど、行ってみたいと思います。ここがね御社道の入り口ですね。999段の階段を上ると赤神神社があります。どんどん登っていってます。うわ、すごい綺麗。海が青いね。センターにですね建物が見えてたんですけど、もしかしたら今日泊まる宿かもしれません。そうだとしたらすごい絶景宿です。男鹿半島って観光地ですよね。なんか人っ子一人いないですね。これ左下がこれが水族館かな。こんなとこに水族館あんねや。
こちらにですね、男鹿水族館ガオっていうのがあります。水族館に行こうと思ったんですけど、木曜日はね休みみたいなんで、明日見に行きたいと思います。水族館が今日休みだから、あまり観光客が少ないのかもしれません。はい、この辺りなんですけど、あれ、やってるこれ。冬季は休業ですね。3月中旬の開店を予定しておりますって書いてる。そうか。冬季はやってないんか。到着しました。こちらがですね、こんな感じでお店が閉まってるんですけど、冬季休業みたいです。ペット同伴可能の喫茶店とか、石焼き料理、あと海鮮丼とかね、いろいろあります。すぐこちらにですね、ウニ丼の三崎会館っていうお店があるんですけど、石焼きっていうのがこの男鹿名物みたいです。こちらのね、面白いというか気になるところなんですけど、この UFO ラーメンっていうのがあって、で、中ではね、もしかしたらこの UFO の映像が見れるかもしれません。で、UFO ラーメンはこんな感じで、特に普通のね、海鮮ラーメンですね。美味しそうな海鮮ラーメンです。もしかしたら UFO の目撃がこの男鹿半島には多いのかもしれません。床が抜けてるんで、もしかしたらもうやってないのかもしれないですね。どうなんでしょうか。お店が閉まってるんで誰もいません。で、こちらは入道崎っていう場所ですね。こうして見るとやっぱり観光地が多いですね。男鹿水族館ではこの白熊がね見れるみたいです。海底透視船っていうんですかね。もしかしたらこれ予約しないとダメなんですかね。そうか。で、こちらも東大の資料がね展示してあるんですけど、閉まってます。男鹿半島はちょっと冬季はあまり良くないかもしれないですね。せっかく来たんですけど、特に何もありませんでした。海の向こうに見えるこの山々がですね、青森県になります。美味しそうなね、お食事どころとか遊覧船とかもあるんで、冬以外の季節に来たらね、すごく楽しめる場所なんじゃないかなと思います。それではね、次の目的地に向かいます。こちらですね、もう間もなく到着します。よいしょ。こっちは神社か。これがみたいに。なるほど。ちょっと待って。お客はい、到着しました。こちらはですね、生ハゲ館です。もともと生ハゲはですね、大晦日に行われる地域の伝統行事だったんで、観光客が見るのは難しかったんですけど、現在はこの生ハゲ館や伝承館で生ハゲの展示や演出をね、一年中見ることができます。秋田に来たらね、必ずここは立ち寄ろうと思ったんで来ました。で、こちらのね、生ハゲ館の中にはですね、100体以上の生ハゲの面が展示されていて、地区ごとの個性的な面を見ることができます。生ハゲが身につけている藁の衣装はケデという雨具で、このね、ケデから落ちた藁は神聖なものとされ、魔除けや健康のお守りになると言われてます。無理に引き抜いた藁にはご利益がないと言われているため、落ちたものを拾うんだそうです。こちらはね、生ハゲ館っていうひらがな表記なんですけど、重要無形民族文化財に指定された名称がカタカナだったんで、おそらくね、正式名称はカタカナだと思います。はい、それではね、中を見学したいと思います。入館料の方が生ハゲ館が大人1人660円。伝承館との共通入館料が1100円です。館内はかなり広いです。はい、はじめに神秘のホールから始まって、生ハゲ伝承ホールで、生ハゲ勢ぞろいで売店があるみたいです。
入場券買ったんですけど、もうあと5分後にね、伝承館の方で、何かあるみたいなんで、すぐ見に行きます。こちらのね、かやぶきの建物です。で、入場券はですね、JAF 割引で100円引きでした。なんで1000円ですね。怖いねが親の言うこと聞かねえが親でどこぞかけたってこやもういねえなくりがどうせどこぞかけただろって恋もまだ済ましちゃったな。いいよ、皆さん。だどもそのまだこのアイドルどころ、有力的ですな。生ハゲだがこのくらいの指輪は何ともないんだ。どこさかけたってこやおいだななんでこれ隠れてるってちゃんとやってねえからそういうもんだべちゃんとやってるのかもうなんでなんだって言ってことねえけどねどっから来たんだおいあだか生ハゲをくれてやると山坂やるけども皆さんのこともしっかり払うことだからな怪我病気しないようにねまた来年来るからな元気でアベマサスでこいはい、見てきました。いや、すごくね、迫力があるというか、なかなか荒々しかったですね。でもね、どんどんするのには、悪霊をね、払う意味があるそうです。生ハゲが落としていった藁を拾ってきました。はい、それではね、こちらの生ハゲ館を見学したいと思います。はい、中はこんな感じですね。うわ、すごい。これがさっき見た生ハゲです。江戸時代初期のね、小川の生ハゲがどんな様子だったとか、そういうのがね、展示してあります。こちらに生ハゲがあったんでやってみます。あ、惜しい。もう一回。はい。あー、ダメだった。こちらにはね、生ハゲ変身コーナーっていうのがあって、生ハゲの衣装をまとってね、写真を撮ることができます。でこちらではね、何か上映されるんだと思います。今の時間は何もやってないです。これは世界のお面ですね。オーストラリアとか、あとポーランドで、これが秋田県内のお面。わ、すごい。100体以上のね、生ハゲがあるみたいです。すごい数。この生ハゲはちょっと悪意がありますね。絶対これ笑かしに来てますで、こちらがですね、売店で出口になります。はい、こんな感じでね、生ハゲグッズがたくさん置いてます。よいしょ。はい、楽しんできました。次の目的地はここからね、7分ぐらいで到着します。はい、こちらを左なんですけど、行けるんでしょうか。車での進入はできません。土砂崩れによりこの先は進入できないみたいですね。はい、とりあえずね、
行けるとこまで、進んでみたいと思います。行けるとこまでっていうか、ここまでですね。はい。ここからは歩いていきます。Google ナビを見ると、こちらが駐車場で、まだね、この先にも駐車場があるみたいなんですけど、通れそうになさそうだったんで、もうここからは歩いていきます。で、秋田県はね、熊の出没が多いんで、熊スプレーと熊鈴を持って行ってます。なんかめっちゃ怖いですね。本当に熊が出そうな感じがします。倒木があるんで、もうこの先は車通れないですね。歩いてすぐなんですけど、もう川が流れてます。で、この川の付近はかなり雪が積もってます。熊注意の看板とかはないんですけど、いや絶対いると思います。熊のね、出没したマップとか見れるサイトがあるんですけど、出没情報があったんで、本当に気をつけていきたいと思います。雪の日に来た足跡がありますね。誰か来たんでしょうね。自分みたいな物好きというか変態がいてるんだと思います。これは鹿の足跡ですね。熊の足跡があったらもうすぐ引き返します。雪がないと思ってきたんですけど、すごい雪深いです。で、一応ね、長靴できたんでよかったです。よいしょ。ここから雪がなくなりました。ここが駐車場ですね。絶対来れないでしょ。ここから600メートルなんでちょっと遠いですね。山道の600メートルは結構距離があります。川のすぐ横まで降りてきました。雪もガッチゴチに凍っててね、歩きにくいです。足跡をたどりながら向かってます。足跡がこっちに行ってるんで、こっちなんでしょうね。ここで足跡がなくなっちゃいました。なんか引き返したような感じもありますね。深くないんで、もう川の中に入っていきます。この川をたどれば滝にたどり着くと思うんで。うわぁ、滑る。この川底はめっちゃ滑ります。いや、ここはおすすめしないですね。これ雪が溶けたらルートがわかるのかもしれないんですけど、今のところちょっとルートがわからないです。これたどり着くのに相当時間がかかりそうです。さっきの足跡はどこに行ったんだ。あそこに足跡ありますね。川を渡ったんでしょうね。合ってるのかこれは。迷子になりそうです。こっちですね。はい、また川に出てきました。またこれを渡らないといけません。よいしょ。よいしょ。また川が出てきたんですけど、めっちゃ深いですね。これ渡れないかもしれないです。よいしょ。この辺りは渡れそうです。よいしょ。何してるんだって感じですよね。自分は一体何をしてるんでしょうか。スノーシューがいるレベルですね。おお、すごい大きな木が倒れてます。よいしょ。無事渡ってきました。また川に出てきました。もうこっからは沢登りですね。
かなり浅いんでね、問題なく行けるんですけど、この川底がめっちゃ滑ります。ちょっと深くなってきたんで、この川の縁を歩いてます。あ、こっちに行かないとダメだったんだ。うわ、ありました。すごい音するなと思ったら、あれですね。たどり着きました。で、こちらには鳥居があります。この先は一体何があるんでしょうか。今日の目的はこの滝なんで、滝を見に行きます。普段どうなのかわかんないですけど、すごく水量の多い滝です。おー、すごい。なんかちょっと変わった形の滝です。目の前まで到着しました。こちらですね。いやー、すごい滝です。はい、水量がね本当にすごいです。で、ここに穴が開いてて、この穴からね滝が流れ落ちてるっていう感じのちょっと珍しい滝になります。周りはこんな岸壁に囲まれてて、すごく雰囲気のある滝です。で、かなりね近づくこともできます。そこまでね水しぶきは飛んでこないですね。滝壺らへんは青みがかってて、多分夏に来るとねすごく綺麗な、滝だと思います。で、あそこには神社がありますね。おそらく不動明王を祀ってるんだと思います。はい、こんな感じのねすごく、水量があって迫力のある滝でした。はい、それではね駐車場の方に戻ります。帰るのが大変ですけど頑張って帰りたいと思います。はい、戻ってきました。もうこれ登ったら駐車場です。ここはね電波もないし、熊が出る可能性もありますし、川をね何度も渡らないとダメなんで、あまりおすすめしません。行ってみたいと思う人はねぜひ訪れてみてください。それではね宿の方に向かうんですけど、まだね少し時間があるんで、道の駅に寄ってから向かいます。もうすぐね道の駅です。さっきの場所から20分ぐらいで来ることができました。よし。はい、小川原という道の駅に到着しました。ゆっくり観光しながら7時間ぐらいで一周することができました。朝7時に出てまだお昼なんで、半日あればね観光しながら一周することができます。それではねこちらの道の駅でお土産でも買いたいと思います。
いぶりがっこチーズサンド、いろいろあるね。秋田のお土産が本当にねたくさんね出ます。きりたんぽってお汁粉にするんやね。すごい。きりたんぽ鍋セット、結構いい値段しますね。送るのにはいいよね。工房でかすっごたら、東洋一の海岸線にある小川のレストラン、小川名物甘エビ丼3500円。魚が多いね。そうやね。道の駅で、たくさん買ってきました。秋田といえばきりたんぽ鍋、具材を入れるだけできりたんぽ鍋が食べれるみたいで、生ハゲポテトスティック、これね赤色もあったんですけど、赤色はね激辛だったんでやめました。生ハゲのストラップで、こちらですね、ババヘラアイスババヘラアイスっていうね、秋田の名物なんですかね。はい、開かないわこれ。はい、こんな感じのねアイスクリームで、バラの花びらをイメージしてるんですかね。アイスクリームじゃなくて評価になります。いただきます。変わった食感なんですけど、ちょっと癖になりそうな食感ですね。かき氷というか、なんかシャーベットというか、そんな感じですね。すごく流行ってる道の駅でした。で、こっからね、2分ぐらいのところにご飯屋さんがあるみたいなんで、そちらでお昼ご飯食べます。こちらですね、居酒屋シューっていうお店なんですかね。はい、それではね、入ります。結構ね、安いです。で、このね、ミックスフライ定食にしました。いただきます。うまい。そういうの好きよ。ご飯が進む。大盛りにしたらよかった。めっちゃ美味しかったです。それでは宿の方に向かいます。生ハゲ。ここですね。ほんと海の目の前やね。よし。はい、到着しました。こちらはですね、小賀リゾートホテルきららかというね宿泊施設になります。で、日帰り入浴はね15時までなんで、もう今からは宿泊者のみとなります。はい、それではねチェックインしたいと思います。右手ですね、玄関側から入って右手にフロントがあって、でこちらがレストランになります。こっち側にはですねこんな感じで売店があります。いぶりがっことか秋田のお土産がたくさん置いてます。地酒もありますね。31のアイスが販売してます。
こちらがですね、食事会場になるんですけど、めっちゃ絶景です。はい。朝食、夕食、こちらでいただくんですけど、この絶景の中、食事をね、楽しむことができます。こっち側の景色も良さそうですね。うわ、すごい。めっちゃ綺麗です。昨日風が強くて、潮風でね、ガラスが汚れちゃってるんですけど、自然なことなんで本当に仕方ないですね。それではね、お部屋の方見てみたいと思います。めっちゃ広いですね。客室がずっと続いてます。で、こちら大浴場と露天風呂は地下1階になります。で、こちらはね、地下1階から3階までの4階建てになります。今日泊まる部屋は3階になります。地下1階が、展望浴場で、1階がですね、夕食会場、フロントと、売店、スズランという宴会場、そしてバリアフリールームの月見荘で、客室が101号室から113号室まであります。2階がですね、多目的ルーム、大広間、カラオケルームで、客室が201から208まであります。で、3階がですね、300から305の5部屋ですね。はい、こんな感じでですね、客室が続いてるんですけど、今回泊まるお部屋はこちらですね。はい、こちらは聖東京という特別室になります。はい、それではね、早速お部屋の方見てみたいと思います。よいしょ。扉開けてすぐ扉があります。はい。で、玄関はこんな感じですごく清潔感があります。で、すぐこちらですね。こちら洗面台になります。で、こちらはおそらくトイレだと思います。あ、広い。こんな感じの、すごく広いトイレになります。で、お部屋がこちらです。はい、こんな感じのお部屋で、いや、めちゃくちゃ広いですね。こんな感じのお部屋となっています。で、こちら、カーテンの向こうにね、絶景がうっすらと見えます。うわ、めっちゃ綺麗です。このカメラには多分映ってないと思うんですけど、ここにですね、雪のかぶった大きな山が見えます。カーテンを開けるとこんな感じで、もう目の前は絶景です。いや、この部屋めっちゃいいですね。で、こちらのお部屋にはですね、3人掛けのソファーと1人掛けのソファーが2つあります。テレビの横はシンクになってます。はい、お茶とかコーヒーがね、置いてあります。で、こちら冷蔵庫ですね。サントリーの天然水があります。こちらの部屋の隣はですね、和室になります。この畳だけで 7.5 畳ですね。障子を開けるとこちらも絶景が広がっていると思います。うわー、すごっ。いや、ほんと晴れててよかったです。あ、これ端っこまで移動できます。おー。和室からの眺めはこんな感じです。いやー、めちゃくちゃいいですね、このお部屋。このお部屋関わらず全客室がオーシャンビューとなります。こちらに洋室があって、でこの左手に和室があって、でこちらにですね寝室があります。ダブルベッドが2つあって、奥にはテレビがあります。薄暗い感じの空間なんで落ち着いて眠ることができます。
こんな感じですね。玄関の横にですね、こういうスペースがあります。掘りごたつみたいになってますね。今日はね、ここでゆっくりパソコン作業ができそうです。で、玄関から入って右手にある扉がですね、お風呂になります。はい。まず入ってすぐ右側にですね、洗面台があります。アメニティが置いてあります。はい。こちらには、床籠ですね。床籠の中にバスタオルとか、あと、旅ですね。で、こちら床籠の下にですね、浴衣の帯と、その下に浴衣が、すごい種類が多いですね。で、もうすぐ左側が、お風呂になるんですけど、こちらですね。よいしょ。めちゃくちゃ絶景です。こんな感じの温泉になります。で、この中はすごく気のいい匂いがしてます。こちらにシャワーが2つあるんですけど、本当に大浴場みたいなシャワーがついてます。こちらにはテラスがありますね。よいしょ。開かない。残念ながらこちらのテラスは行けないようになってますね。このテラスに行くことができないのは残念なんですけど、本当にね、絶景の宇宙があります。こちら特別室なんですけど、めちゃくちゃお値段は安いです。チェックアウトの時にまたご紹介したいと思います。で、こちらの温泉はですね、源泉 100% ですね。はい。こちらがね、館内になるんですけど、地下1階がこんな感じですね。男女別の大浴場があって、で、こちらに露天風呂があります。で、こちらの大浴場はですね、朝の8時までずっと入ります。この露天風呂の方だけ深夜の0時から翌朝5時まで入ることができません。で、1階がレストランやフロントがあって、こちら客室ですね。で、2階もこんな感じですね。1階、2階、3階とね、こう階数が上がることにお部屋の広さがね、変わってくるような感じです。1階は1部屋がこれぐらいしかないんですけど、2階になると少し大きくなります。3階がですね、特に広いお部屋になります。3階のお部屋だけでも1階のお部屋 2.5 部屋分ぐらいあるんですかね。今日泊まってるこちらの特別室の聖東京がですね、こちらが一番広いお部屋になります。こちらにですね、日の入り時刻とか書いてくれてるんで、この5時28分が今日の日の入り時刻なんですけど、夕食の時間がね、18時か18時30分か選べるんですけど、日の入りがね、17時28分なんで、夕日を見ながら食事をすることは多分できないと思います。日の入りの遅い夏とかね、もう本当に絶景だと思います。大浴場の撮影許可をいただいたんで、撮影しに行きたいと思います。こんな感じですね。すぐ右手はですね、くつろげるスペースとなってます。で、すぐこちら女湯と、で、こちらに男湯があります。ゲームがあります。ちょっとどうやって遊ぶのかよくわかりませんが、まずこちら男湯ですね。はい、撮影許可をいただきましたんで撮影したいと思います。はい、まずこちら脱衣所と、洗面所になります。はい。で、こちらが大浴場です。温泉のいい匂いがすごくしてます。まずこちら左でですね、洗い場が8箇所あります。で、こちらかなり大きな浴槽で、ここもかなり広いんで、このスペースちょっともったいないですね。はい。浴槽はこちら一つのみとなってます。で、向こうが露天風呂ですね。
こちらが、露天風呂になります。こんな感じの露天風呂です。で、こちらも先に入らせていただいたんですけど、こちらの泉温は結構ぬるかったですね。38度とかそれぐらいですね。天候によって温度が変わるみたいです。女湯の方もね、許可いただけたんで見てみたいと思います。今ちょっと清掃時間なんでね、こういう清掃道具が置いてあります。こちらが大浴場です。洗い場が7つあります。で、男女の入れ替えはないのかなと思います。本来の方が、ちょっと狭く感じるんですけど、浴槽は本来の方が広いように感じます。で、浴槽がね、なんか3つありますね。見た目はちょっと何が違うのかが分かりにくいんですけど、おそらくね、こちらは浅めになっています。で、こちらとこちらの違いはどうなんでしょうか。ちょっとね、オンラインなんで入ることはできないんですけど、こんな感じで3つの浴槽と、あとこちら露天風呂があります。よいしょ。すぐそこから風が吹き抜けてくるんで、磯の香りがします。オンラインの方が露天風呂は開放感があります。そこは遊歩道になってるんですけど、一応ね、見えないように、仕切りがされています。はい。今、大浴場に入ってきたんですけど、日帰り入浴が15時までなんで、大浴場が貸し切り状態でした。もう最高です。露天風呂の方がですね、泉温が結構低くて、ちょっと何度かわかんないですけど、そこがね、ちょっと残念でした。夏に入るのはすごくいいと思います。太陽がだいぶ沈んできたんで、部屋風呂に入りたいと思います。よいしょ。こんな感じですね。今だいぶ日が沈んできました。入ります。すごく気持ちいいです。眩しいぐらいですね。大浴場と塩分濃度が全然違います。こちらの温泉は塩がかなり強くて、ちょっとサラサラとするような感じの泉質ですね。こちらの泉質の方がナトリウム塩化物泉になります。泉温の方がですね、41度ぐらいです。この辺りに日が沈むかなと思ってたんですけど、結構こっちの方でした。大浴場よりもこっちの方が泉質が良かったです。塩分濃度の濃さは倍ぐらい違いますね。もう体がベタベタするぐらい塩分が強かったんで、シャワーで洗い流しました。それではね、夕食の時間になったんで、レストランの方に向かいます。よいしょ。はい、ありがとうございます。だいぶ暗くなってる。夕食は懐石料理になります。まずね、こちら先付けになります。栗と菜花昆布和え、ひろこ酢味噌がけです。いただきます。菜花の昆布和え。この菜花の上に塩昆布が乗ってるんですけど、これびっくりするぐらい美味しいです。ひろこって何ですかね。
酢味噌が買っちゃうんやけど、うん食感がシャキシャキしてて美味しい。なので黒ごまが入ってるからさ、後からごまの風味がうんしてすごく美味しい。こちらはですね、春菜を乗せた茶碗蒸しです。はい。カニですかね、こちら。カニカマかな。これチーズ？うん美味しい。これチーズなんや。うんへえ。うまっ。甘めのだしですごく美味しいです。お作りが来ました。マグロなんですけど、中トロですね。で、タイにブリ、そして白魚に生ダコです。中トロむっちゃ分厚いやん。そうすごい分厚い。交換しようか。なんで？好みの油の乗り方ですね。ねっとりとした感じのタイですね。タイ美味しいね。美味しい。こちらの醤油はね、ちょっと甘めなんですけど、すごく美味しいです。分厚。めちゃくちゃでかい。ブリ独特の味がせえへんな。なんかすごいなんでなんやろ。全くなんか癖のないというか。そうそうそう。んなんかあるじゃん。ブリ独特の味。タコも分厚い。こんだけ分厚く切ってるんやけど、うん全然もごもごしない。しない。白魚。なんか独特な味がする。こちらがですね、島味の勾配炊きですね。梅とね、一緒に炊いているみたいです。うまっ。な甘い。そう蜂蜜系。このだし自体は結構ね、あっさりですね。梅肉を乗せて。なるほど。この梅と食べるからこそ、だしの味が際立って、めっちゃ美味しいです。こんな料理初めて。お気に入りこれ。お気に入り。こちら、秋田牛の陶板焼きです。すごくね、ちょうどいいサシの入り方ですね。最近脂っこいの食べれなくなりました。で、こちら左からですね、ステーキソース、オガの文字をおろしポン酢です。牛脂が溶けました。よいしょ。エリンギ、ズッキーニ。こちらの秋田牛はですね、秋田小町を食べて、育った牛だそうです。うまい。程よい油ですごく美味しいです。はい、こちら最後のお料理になります。タイのね、炊き込みご飯と、はい、こちらあんこう汁に、で、秋田といえばこちらいぶりがっこ。タイの炊き込みご飯なんですけど、贅沢なぐらいね、タイの身がいっぱい入ってます。すごっ。あんこう汁なんですけど、身がね、豪快に入ってます。あんこうの肝や。美味しい。うまい。美味しいね。うまい。身と食べた方が美味しいかも。うわ、あんこうの肝うまっ。濃厚。いぶりがっこ。スモーキーで美味しいわ。好き嫌いあるんかな、いぶりがっこって。こちらデザートですね。柚子ソルベで、この上に乗ってるピンク色のやつはくず餅りんごです。果肉を食べてるみたい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。部屋でゆっくりしてたら体冷えたんで、お風呂入ってから今日は寝たいと思います。よいしょ。真っ暗で何も見えません。部屋に風呂があるっていうのはいいですね。ポッカポカに体が温まりました。じゃあね、今日はもう寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。あっさりやりました。
じゃあね、朝風呂に入りに行きたいと思います。少し曇ってるんですけど、いい景色です。よいしょ。おー。ガラスが曇っちゃって、外の景色が見にくいんですけど、こんな感じで、うっすらとね、絶景が見えてます。それではね、朝食の時間になったんで、レストランの方に向かいます。おはようございおます。はようございます。はい、どうぞ。おー、綺麗。ご用意してございます。ご自由に召し上あ、がってください。はーい。ご用意してくださいます。こちら飲み物はセルフサービスになります。朝食はこちらです。いただきます。うまい。うん。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごくね、美味しかったです。はい、温泉にも入って、朝食も食べてきました。で、もうそろそろね、チェックアウトしようと思うんですけど、こちらの気になるお値段の方ですね。こちらは、全室絶景のお宿になるんですけど、こちらの部屋は特別室でかなり広いお部屋となります。夕食のプランなんですけど、懐石プランのみでした。スタンダードの懐石プランか、水族館のチケットがついてるプランと、送迎ありのプランとね、3つのプランがありました。で、今日泊まった、プランは普通のね、スタンダードのきららか懐石プランというプランで、これはね、送迎あってもなくても同じ値段です。こちらで、大人2名1泊2食付き54,450円でした。1人当たり27,225円になります。絶景の中、源泉 100% の宇宙も楽しめる一番いいお部屋で1人27,225円だったら、かなり安いと思います。一番安いお部屋だと1泊2食付き15,000円ぐらいで泊まることができます。大賀水族館の方が毎週木曜日が休館日のようで、休館日の日に狙ってこちらに宿泊すると、おそらくね、お客さんが少ないのかなと思います。木曜日にこちらに宿泊して、で、金曜日にね、水族館とか見に行くのが混雑せずね、楽しめるのかなと思いました。それではね、チェックアウトします。よいしょ。せっかくね、男鹿半島に来てるんで、水族館の方に行ってみたいと思います。はい、それでは出発です。で、水族館まではね、ここから7分で到着します。水族館チケット付きのプランにしたらよかったです。どっかね、この辺りにさっきのホテルの源泉をね、無料で楽しめる野湯があるそうです。ただね、ロープとかあるんですけど、断崖絶壁をこうロープで下らないとダメなんで、おすすめはしません。もう左手に見えてきました。到着です。はい、こちらが水族館入り口で、ちょっと駐車場からね、ちょっと距離あります。やっぱりこのハタハタが有名なんですね。ハタハタ見るの初めてかもしれません。男鹿水族館ガオです。工事中ですね。足場が組んであります。はい、入館料はね、1300円でした。このドラマとなんか関係があるんですかね。はい。うわ、すごっ。
入り口入ってすぐにこの巨大な水槽から始まるんで圧倒されます。めっちゃ綺麗です。おお、竜宮の使い、すごい痩せてるねあ、綺麗。上にね上がるみたいです。あ、すごっ。さっきの水槽をね何度も楽しませてくれます。うわうわうわ、すごい。うわ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 、アオリイカじゃないこれ。水族館でイカが見れるのは珍しいと思います。これはもう馴染みのある魚やね。アジ。こっからね川魚ゾーンですね。こちらが日本海の海底に住む魚だそうです。あ、またね上に上がるみたいです。はい、こんな感じでですね、いろんな魚が飼育されてるんですけど、にも喧嘩してる。喧嘩なの？この喧嘩してるこのチンアナゴ。こんにちは。こんにちは。おお、あ、すごい。ピラルク。あ、綺麗。うわ、絶景。これは何？転生したらスライムだった件。変わったタイトルやね。はい。こちらでは、オガのタラとショッツルのペペロンチーノ、あとオガサンシーラのソースカツ丼っていうのがね、食べれるみたいです。このショッツルっていうのは伝統的醤油のことみたいです。はい、ここからホッキョクグマゾーン。このホッキョクグマの赤ちゃんが生まれました。ももちゃん。あ、うわ、でかっ。これももちゃんちゃうやろ。これももちゃんじゃないなんか人形みたいやな。これはもう不思議な生き物やね。逆さクラゲ何これ。ハタハタの博物館ですね。もう秋田といえばねハタハタです。初めて見た。生きてるの。頭プルプルさして泳ぐんやな。こう持つとねすっごく美味しいです。でも卵はね紫色でちょっとね見た目はグロテスクなんですけど、これは触ってもいいみたいなんですけど、触りたいものがないね。もうウニかナマコか人でしか選択肢がない。ここで出口なんですけど、こちらに行くとねアザラシアシカコーナー、あれペンギンコーナーなかったね。すごいキッズルームみたいな。おお、あ、すごい水族館の裏側です。おった。あ、来た。お、こちらはねカリフォルニアアシカ。すごっ、めっちゃ興奮してる。
結構長いね、この水族館。ああ、ここに行ってるやん。おお、びっくりしたあ、来た。おお、そう、ここはなんかこの脱力感よ。かわいい。はい、こちらでもう終わりですね。よいしょ。あ、お土産。あ、いろいろあるね、これ。ほら、水族館。お土産買いました。ガチャガチャコーナーがねたくさんあって、これねすごく気になるんでやります。よし、はい、男鹿水族館楽しんできました。工事中でね、残念ながらペンギンだけは見ることはできなかったんですけど、クオリティの高い水族館なんでおすすめです。で、1300円なんで結構安いですね。お土産買いました。水族館限定のベビースターラーメンで、こちらですね、男鹿って書いてあるアザラシのハンカチです。さっきのガチャガチャ、嘘やん。いや、最悪最悪どういうことこれ。何種類かあるんじゃない？ちょっと待って、エビ。うわー最悪や。でもこれ全部エビフライと思ったらこんだけ種類ありました。カニの爪が当たりました。ほんでそれは何なん？天ぷら揚げるときさ、パチパチ言うやんか、油が、それを再現するみたい。これがどうやって？それではね、出発します。男鹿半島はね、結構観光地もたくさんあって、ほんとね、1日あったらゆっくり観光できる場所なんで、行ったことない人はね、ぜひ訪れてみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。